キキがですね、満月の夜にですね、生まれ故郷を旅立つんですけども、ほうきで空を飛んでるとですね、先輩の魔女と出会うんですね。先輩のかなり美人なですね、森本浩二さんがキャラクターデザインした先輩、1年先輩だから、1歳年上ですね、魔女とですね、一緒に飛んでるところです。キキはですね、先輩の魔女からですね、占いをやってる。あなたなんか得意なことあるの？私は占いをやってるわっていうふうに言われると。で、そのキキはすごい感心するんですね。で、この先輩ですね、キキよりかなり魔法が上手でですね、キキは例えば反動なしに飛べないんですよ。つまり、この魔女を見つけた時も魔女に近づこうとして、先輩魔女に近づこうとして、体を左へ傾ける。傾けないと進路が変えられないんですね、飛行機みたいに。で、傾けた瞬間に一回、ほうきの高度がガクンと落ちて、そこからぐわっと上がりながら魔女に近づくと。動作が大げさでないとですね、キキは方向転換できないんです。しかしこの先輩の魔女はですね、じゃあねって言ってキキと別れるときに足首だけクイッと伸ばすんですよね。で、ほうきにまたがってて足首だけクイッと伸ばすことでですね、この魔女はシュッと予備動作なしにですね、キキみたいに力を入れずにそのままシュッとほうきが上昇して、で、キキの反対側に回り込んで、あなたも頑張ってねって言いながらですね、自分の街へ降りていくシーンがあるんですけども、このですね、その飛ばし方のうまさですね。この先輩割といい人ですね、あなたも頑張ってって声をかけるんですけども、自分の街に降りていくその美人の先輩をキキはいいなというふうに憧れるんです。この辺はセリフでわかる展開なんですけれども、しかしですね、この先輩の魔女がですね、今修行している街っていうのがですね、絵で出てきます。これが絵だけで説明される設定ですね。先輩の魔女がずっとこの後高度下げて降りていくんですけど、この街です。これ宮崎駿のですね、わかるでしょっていうサインなんですね。街は小さいのに、やたらネオンサインが多いですね。しかも中央、この部分、注目してください。先輩のちょうどほうきのあたりですね。風車にも赤いネオンサインがあります。で、これ適当な色指定ではないんですよ。絵コンテにもきちんとですね、赤い風車のネオンっていうふうに指示があります。で、世界広しといえどもですね、風車が赤いネオンで輝いている場所、赤いネオンで飾り付けられている風車っていうのはですね、世界中でここしかないんです。パリのムーランルージュです。これ、パリのキャバレームーランルージュで、今は割と上品な場所になってるんですけども、1950年代、60年代、つまり宮崎駿の青春時代は、もう本当に歌舞伎町なんですよね。世界の歌舞伎町みたいな場所だったんですよ。つまり、ここっていうのは歌舞伎町のような風俗街で、子供たちにはファンタジー映画に見えるように作りました。でも、子供を連れてきた大人の皆さん、私たち大人の皆さん、私たち大人にはこの赤いネオンの風車でわかりますよね。世の中そんなに甘くないってことですよねっていう宮崎駿のメッセージです。で、絵コンテにもこのシーンですね。先輩の魔女との掛け合いでですね、キキのような田舎娘を翻弄するのは簡単っていうふうに書いてあります。なんでこの先輩魔女はキキのような田舎娘を翻弄するのは簡単というふうに書かれたのかっていうと、演出指示が書いてあるんですけども、先輩のセリフのですね、そのニュアンスが変わってくるからですよね。先輩の魔女がですね、ピアスなどのアクセサリーを身につける意味も徐々に分かってくるんですよ。つまり最近は恋占いをやってるっていうのは、その歌舞伎町みたいな街で風俗嬢やそのお客さんの相手をしているという意味です。1989年の舞台、現代を舞台に世間知らずのですね、13歳の女の子が都会に出てたった一人で暮らすっていうのは、こういう誘惑とかこういう危険性があることだっていうふうに宮崎駿は描いてるんですね。でもそれを子供たちが見てるときは、なんか美人な先輩がいて、で、彼女はやってるのに、私は大丈夫なのかなというふうに子供が共感するように作られてるんですけれども、ところが大人が見ると、ちょっと待てよ、あんなところに降りていくと。都会で女の子が一人で暮らすのはそういうことなのかっていうような二重の意味で取れるように作ってるんですね。その世間知らずの女の子が13歳で田舎から都会に出てきて暮らすと、この意味とか、あとどんな危険があるのかっていうところから宮崎駿は目を離さないんです。宮崎駿が書こうとしているのは、あくまで1989年現代のバブル期の日本で若い女の子が一人で田舎から都会へ出てきた時にどうなってしまうのかって話なんですね。つまり魔法があるから一人でも暮らせるんだっていうですね、そういうハッピーな話ではないんですよ。もちろんそういうハッピーな結末になるんですけども、その裏にはどんなリスクがあるのかっていうと、綺麗事のファンタジーを見たがってるその子供たちのためにそういうリアルすぎる視点っていうのは
映像だけでしか見せないんですね。こういうふうに、この映像だけでしか見せない伏線、設定っていうのはそういうようなことなんですけど、子供たちはちゃんとファンタジーに浸れるように使ってるんですけども、観客が気づくセリフでは占いができるとか、最近はこういう占いもやってるんですけども、子供たちが気づきにくい映像ではですね、先輩の魔女が、ちょっと綺麗な魔女が歓楽街というか風俗街に降下していく。降りていくところを描くんですね。つまりその落ちていく先輩の魔女っていうのをものすごいゆっくりと見せているんですよ。で、それに対してキキが全く気づかずに憧れて見ているっていうような、そういう視点で見せてるんですね。先輩はキキに対してあなたも頑張ってって声をかけてくれるけど、キキはその先輩のその痩せ我慢の声援に気がつかないんですね。あなたも頑張ってっていうのは、そんな軽い言葉じゃなくて、彼女の見栄というか頑張っての裏にはですね、やっと1年が終わってもうすぐ帰れるってウキウキした口調で言うと。つまり、この街での生活が実は結構辛かったこととか、あと女であるゆえのなんかしんどかった経験というのには気づかせないんですね。だから、この時のキキの目線というのは、田舎の女子中学生がですね、東京でキャバ嬢をやっているなんかこう、お姉さんたちのしんどさがわかんなくて、インスタ写真だけで見たですね、こんなセレブの生活をしてみたいと、キャバ嬢っていうのもかっこいいなっていうふうに思ってるという、そういう憧れてるようなもんなんですね。宮崎駿の劇場アニメっていうのは、セリフよりもこういう映像に仕込まれた説明とか伏線がやたら多いんですね。画面で何かちょっとあれって思ったら、調べる癖をつけてくれたらですね、割と実はかなり設定作り込んでることがわかると思います。もうこの辺面白いです。